ミニ四駆を雪の上で走らせたいので、ノーマルで試してみたけどダメだった。ワイルドミニ四駆ならいけるのではと思ったけど、タイヤが埋もれて動けなくなってしまった。アクロに強いビッグタイヤ四駆といえども、雪質によってはスタックしてしまうみたい。戦車のように大きな面で雪面を捉えれば走れそうだけど、ミニ四駆でその手のものは見つからなかったので、自作してみる。開発コンセプトは、1、既存車足を無加工で拡張するユニット式。以前作ったオフロードユニットと同じ方式で行ってみる。2、無限軌道で雪に埋もれにくい構造。キャタピラ、クローラー、リタイなど色々な呼び方があるやつ。ざっくりこんな感じ。というわけで開発を開始する。本来リアタイヤをつける部分にギアを配置。そこから2つのギアで動力を下に伝える。このギアは減速比には関係ないけど、これがないと回転方向が逆になってしまう。そしてトゲトゲのホイールと、リタイを配置。この形状なら 3D プリンターで印刷しやすいはず。ちなみに実際に出力するときには、円形のモデルを使用する。これらの具材に合わせてユニットを設計。ユニットのカバーと、左右をつなぐクロスメンバーを作れば、3D データ完成。トラックローラーがないけど雪上なら問題ない。はず。3D プリンターで召喚中。リタイは柔らかい素材で召喚。次はコンロに火をつけて、リタイをボチャン。しばらくしたら救出。ちょっとムラがあるけど、黒いリタイの完成。ここからは組み立て。フロント側には磁石を仕込んで、リア側にはベアリングを装着。動作確認。ちょっと抵抗が大きい気がするけど、なんとかなるだろう。反対側のユニットも同じように組み立てる。これでユニット部分は完成。搭載するシャーシは、タイヤを外して、プロペラシャフトとクラウンギアを外す。フロントの軸受け部分に磁石を仕込んで、マルチテープで保護しておく。こんな感じでユニットをシャーシに装着。これに電池を入れれば、無限軌道ミニ四駆、完成だ。なんとなく走破性が高そうな感じがする。ボディは冒頭のトライダガー X。組み立て時に仕込んだフロントの磁石は、こんな感じで衝撃を吸収してくれる。芝の上でテスト走行。ゴー。良い感じで走っている。そして思ったより速い。スローで見てみると、フロントの磁石はほとんど機能していないことが判明。まあこんなこともあるさ。気を取り直して雪に挑戦。スイッチオン。ゴー。これは、足元が不安定で撮影が難しい。マシンは雪のくぼみも難なく走破してはわ。小枝のようなものに引っかかってしまった。無限軌道で走破性は上がっているけど、中央の部分に障害物が当たると動けなくなってしまう。こんなこともあろうかと、中央のスペースにもリタイを装備できるようにしておいたのだ。これでさらに走破性が向上し、スタックとはおさらばになるはず。まずい。スイッチが入れられないぞ。フロントの磁石はこのために仕込んでおいたのだ。ゴー。あれ？遅い。あ、止まった。どうやら4個のリタイを回すには、パワーが足りないみたい。仕方がないので。こうじゃ。ホイールは残しつつ、中央のリタイを外してみた。これで抵抗が少なくなるはず。ゴー。よし。
スタックせずに走れているぞ。速度も先ほどに比べたら悪くない。想定外な点もあったけど、雪の上を走れるマシンが完成した。さらに、自作のラジコンシャーシを搭載。ゴー。左右の駆動が独立しているので、回転差によって曲がることが可能。ちょっとグリップが不足している感じだけど、路面の凸凹も余裕で走破している。操縦のしやすさ的には、もう少しギア比を下げて、パワー重視にした方が扱いやすいかもしれない。試しに雪の塊に突っ込んでみよう。おお、突破できたぞ。ちなみに、もし履帯内に雪がついて走れなかった場合を想定して、こんなものも用意しておいたけど、今回は出番がなかった。今回は若干不完全ではあるものの、雪の上を良い感じに走ることに成功した。ただ雪質によっては問題点が出てくるかもしれない。いろいろ考えているうちに改善したい点がたくさん出てきたので、近々改良版を開発しようと思う。などと編集していたら、注文していたパーツが届いた。少し組んでみた限りではとても良さげな感じ。